昭和16年、富士山を背景に飛ぶ一機のゼロ戦。この白黒写真に AI で色を与えたら、80年前の空が鮮やかに蘇った。白黒写真をカラー化にあたり、協力していただいた東京の画像加工業者、リタッチインクさんの復元方法では、従来のように白黒の上に色を塗るのではなく、AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これは従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクと Google で検索してみてほしい。白黒の写真はどこか遠い時代の記録に見える。だがカラーにした瞬間、一気に現実味が増す。私たちが今も見上げるあの富士山を背景に、栄エンジンの轟音とともにゼロ戦が飛んでいた。80年以上前、太平洋の空で戦い、空襲から国民を守るために飛び続けた機体が、確かにこの同じ空を飛んでいたのだと。今回はそのゼロ戦が写った歴史的な写真をもとに AI の力でかつての光景を蘇らせていく。白黒の記録に色が戻った時、80年前の現実が一気に目の前に迫ってくる。まずゼロ戦を作った人々から見てみよう。この当時の写真を AI でカラー化してみよう。三菱重工業名古屋工場の設計チーム、前列右から4人目が堀越二郎、ゼロ戦の設計主務者だ。その左隣が曽根義俊、堀越とともにゼロ戦の設計を担った技師である。1937年、海軍から一通の計画要求書が届いた。速度は時速500キロ以上、航続時間は当時の戦闘機の常識を超える6時間以上、20ミリ機銃2艇と 7.7 ミリ機銃2艇、そして格闘戦での圧倒的な運動性能。どれか一つを満たすだけでも困難な要求が全て同時に求められていた。堀越のチームはこの不可能に挑んだ。徹底的な軽量化、1グラムでも軽くするためにリベットの穴の数まで計算し尽くした。その代償として防弾装備は一切省かれた。パイロットの命を天秤にかけた設計だった。1939年4月、角務原飛行場で試作機が初飛行した。この写真に写る技師たちは、自分たちが作った飛行機がどんな運命をたどるかまだ知らなかった。1941年秋1月、千島列島択捉島の一カップは、日本海軍の空母赤城の飛行甲板にゼロ戦が静かに並んでいる。この当時の写真を AI でカラー化してみよう。手前の機体の奥に見える尾翼には AI101 の文字。赤に戦闘機体の隊長機第一波制空隊を率いる板谷茂少佐の機体だ。赤には世界でも珍しい座禅に環境を持つ空母だった。その環境の周囲にはマントレットがびっしりとくくりつけられている。マントレットとは敵の銃弾を防ぐための防弾マットで、中にはハンモックや藁が詰められていた。いつもとは違う緊張感が漂っている。この写真が撮影された時、甲板の搭乗員たちはまだ作戦の全容を知らなかった。目的地が真珠湾だと告げられるのはこの数日の荒れる北太平洋の洋上でのことだ。機体の色に注目してほしい。空母搭載機のゼロ戦に1型は灰色 J3 という明るい灰色の上に透明なワニスが塗られていた。さらに海軍の伝統で整備兵が毎日油で磨き上げていたため、わずかにアイボリーがかった独特の光沢を放っていた。まだ迷彩の必要がない時代、日本海軍が太平洋の制空権を握っていた最初で最後の季節だった。1941年12月7日、日本時間8日の早朝、ハワイ北方約230海里の洋上、空母赤城の甲板から一機のゼロ戦が飛び立とうとしている。この当時の写真を AI でカラー化してみよう。尾翼に見える識別番号は AI-108。搭乗員は森栄に飛走。真珠湾攻撃第二次攻撃隊の制空隊員だ。胴体には赤い一本の帯が描かれている。これは赤城の所属機であることを示す識別体だ。加賀は赤の2本、蒼龍は青の1本、飛龍は青の2本、昇格は白の1本、髄核は白の2本。6隻の空母それぞれに色と本数が決められていた。胴体の下には500リットルの増装、片道数百キロの長距離飛行に備えた燃料タンクだ。満載の燃料と弾薬を積んだゼロ戦にとって短い飛行甲板からの離陸は命がけだった。少しでも操作を誤れば海へ転落する。この朝、機動部隊は無線封鎖を徹底していた。甲板の兵員たちは帽子を振って見送ったが声は届かない。
エンジンの轟音だけが暗い海の上に響いていた。背景の空が白んでいる。北太平洋の荒れた海と曇り空の中、攻撃隊は次々と母艦を離れていった。この数時間後、真珠湾は炎に包まれることになる。森栄二飛曹はこの日の攻撃を生き延び、無事赤城に帰還した。しかし戦争は終わらなかった。彼はその後も各地の戦場を転戦し、1944年11月19日に戦死している。赤城戦闘機隊の隊長板谷茂少佐もまた同じ1944年11月に千島列島方面で命を落とした。あの朝、赤城の甲板から飛び立った者たちの多くは二度と故郷の土を踏むことはなかった。同じ朝、別の空母の甲板を捉えた一枚だ。カラーにしてみよう。激しくうねる北太平洋。最新鋭空母昇格の飛行甲板で数人の整備兵たちがゼロ戦にしがみついている。後転で艦は大きく揺れていた。ゼロ戦はわずか 1.8 トンの軽い機体だ。風と波で甲板が傾けば海に滑り落ちかねない。整備兵たちは自らの体重をかけて翼を必死に抑え込んでいる。プロペラはすでに回転を始めている。発進の時が迫っていた。胴体に巻かれた白い一本線に注目してほしい。先ほどの赤城は赤の一本だった。この白い一本線は昇格の所属機である証だ。昇格と姉妹艦の随格は真珠湾攻撃に参加した6隻の空母の中で最も新しい最新鋭の空母だった。ベテラン揃いの赤城や加賀に対し、五光線の搭乗員たちは新参者と見られていた。しかしこの日、昇格の戦闘機体を率いる金子忠大尉とその部下たちはハワイの空で見事な戦いぶりを見せることになる。背景の海を見てほしい。ナバトルが白く泡立ち、水しぶきが甲板にまで上がっている。この悪条件の中、カタパルトもなしに短い甲板から飛び立たなければならなかった。写真に写る整備兵たちの白い作業着が風にはためいている。彼らもまたこの戦いの一部だった。パイロットだけでなく、名もなき整備兵たちの手がこの歴史的な朝を支えていた。もう一枚昇格の写真を見てほしい。この当時の写真を AI でカラー化してみよう。甲板の後方から前方を見渡すアングルだ。前列3列にゼロ戦が並び、その奥には救急式艦上爆撃機の姿も見える。手前に座っている搭乗員たちに目を向けてほしい。飛行帽をかぶり、白いスカーフを巻いた男たちが静かに出撃の時を待っている。複数の機体のプロペラがすでに回転を始めている。エンジンの轟音が甲板全体を震わせていたはずだ。だが、搭乗員たちの表情に焦りはない。訓練で何度も繰り返した手順をこれから実戦で初めて行うだけだ。昇格はこの日が初めての実戦だった。就役からわずか3ヶ月。それでも攻撃隊は見事に任務を遂行し、前期が母艦に帰還した。しかし、この幸運は長くは続かない。昇格は3年後の1944年6月、マリアナ沖海戦でアメリカの潜水艦の魚雷を受け、太平洋の海底に沈むことになる。ここで一人の搭乗員を紹介したい。飯田房田隊、空母総流の第三制空隊の指揮官だ。この当時の写真をAI でカラー化してみよう。飛行帽にゴーグル、カーキ色の飛行服。穏やかな顔立ちだが、その眼差しには静かな覚悟が宿っている。対軍兵学校を125人中5番で卒業した秀才。飛行学生課程は首席。恩師の銀時計を授かった。しかし同期の間ではお嬢さんと呼ばれていた。荒くれ者揃いの同期の中で声を荒げることが一度もなかったからだ。実はこの動画の冒頭で紹介した富士山とゼロ戦の写真、あのゼロ戦を操縦していたのが飯田大尉だという説がある。あの穏やかな空を飛んでいた男が真珠湾で何をしたのか。1941年12月7日、飯田大尉は宗龍から9機のゼロ戦を率いて第2波攻撃隊としてオアフ島に向かった。目標はカネオヘ海軍航空基地。基地に並ぶ PBY カタリナ飛行艇を次々と機銃掃射で破壊していった。だが、2度目の攻撃で対空砲火を浴びた。燃料タンクが被弾し、両翼からガソリンが白い筋となって流れ出した。両機の搭乗員がそれに気づいたとき、飯田大尉はコックピットから手信号を送った。口元を指さし、首を横に振る。燃料がない。そして最後に手を振った。飯田大尉は機体を反転させ、カネオヘ基地に向かって急降下した。午前9時30分、ゼロ戦は基地内の道路に激突し、飯田房田は28歳で戦死した。出撃の前夜、飯田大尉は
部下たちにこう言い残していた。燃料タンクをやられて帰れなくなったら敵の目標に体当たりせよ。彼はその言葉を自ら実行した。驚くべきことがある。敵であるアメリカ軍は飯田大尉の遺体を回収し、軍の儀礼に従って丁重に埋葬した。そして1971年、真珠湾攻撃から30年後、カネオヘ基地の突入地点に記念碑が建てられた。建てたのは日本人ではない、アメリカ人だ。碑文にはこう刻まれている。日本帝国海軍飯田大尉第3制空隊指揮官、1941年12月7日。2016年12月、安倍晋三首相がこの日を訪れた。真珠湾訪問の演説でこう語っている。敵として戦った相手にさえ敬意を払う。それがアメリカという国の関与精神です。あの富士山の空を飛んでいた男は半年後、燃え尽きるゼロ戦の操縦桿を握っていた。1942年6月、ニューギニア島のラエ基地。焼けつくような南国の日差しの中、18人の搭乗員がカメラの前に並んでいる。対南航空隊。日本海軍で最も練度が高いとされた精鋭中の精鋭だ。フィリピン、乱印と転戦を重ね、連合軍パイロットから世界最強と恐れられていた。この当時の写真を AI でカラー化してみよう。写真の中段、左から2人目に注目してほしい。酒井三郎、後に大空の侍の著者として世界にその名を知られることになる男だ。後列の左端が西澤弘義、ラバウルの魔王と呼ばれた日本海軍最高の撃墜王。そして太田敏夫。この3人は対南空のサンバカラスと称されていた。首に巻かれた白い絹のスカーフは激しい格闘戦で首を守るための実用品だ。カーキ色の飛行服に飛行帽とゴーグル。これがゼロ戦搭乗員の戦闘装束だった。しかしこの写真は彼らの多くにとって最後の笑顔となった。太田敏夫はこのわずか4ヶ月のガダルカナル上空で帰らぬ人となる。西澤弘義は1944年、フィリピンで輸送機に搭乗中に撃墜された。ゼロ戦が最も輝いていた季節。だが、その輝きは長くは続かなかった。対南航空隊のエースの中でも、ひときわ異彩を放つ男がいた。この当時の写真を AI でカラー化してみよう。酒井三郎、革の飛行帽にゴーグル、毛皮襟がついた飛行服、腕を組んで飛行場に立つその姿は、撃墜王の風格に満ちている。酒井は海軍兵学校の出身ではない。ソーレンと呼ばれる下士官の航空兵養成課程から腕一本でのし上がった男だ。64機を撃墜したとされるその技量は日本海軍でも屈指のものだった。1942年8月7日、ガダルカナル上空、酒井は敵機の機銃弾を頭部に受け、右目の視力をほぼ失った。普通ならそこで終わりだ。だが酒井は片目で4時間以上をかけてラバウルまでの1000キロを飛び続け、奇跡的に帰還した。戦後、酒井は自らの体験を大空の侍として著した。この本は世界中で翻訳され、ゼロ戦搭乗員の実像を世界に伝えることになる。対南航空隊のサンバガラスのうち、戦後を生きたのは酒井三郎ただ一人だった。ソロモン諸島上空を飛ぶゼロ戦の編隊。これまでの写真とは一線を画す。空中から撮影された貴重な一枚だ。この当時の写真を AI でカラー化してみよう。手前の機体はゼロ戦に2型、第251海軍航空隊の所属機だ。尾翼には UI タイヌ105の文字が読み取れる。一部の文献ではこれを西澤弘義の搭乗機とするが、撮影者の吉田はじめによると、誰の搭乗機だったか記憶にないとのことだ。機体の色を見てほしい。頂面は暗緑色、紙面は明るい灰色。この二色迷彩は戦争中期の標準塗装だ。上から見れば地上のジャングルに溶け込み、下から見れば空に紛れる。真珠湾の頃の美しい灰白色は完全に姿を消していた。胴体の下には造装が吊り下げられている。ソロモンの戦いは長距離飛行の連続だった。ラバウルからガダルカナルまで片道約1000キロ。造装なしでは往復できない距離を毎日のように飛んでいた。後方に見える3機の両機にも注目してほしい。編隊を組んで飛ぶその姿は、まだこの空域で戦い続ける日本海軍の意地だった。だがこの頃、
ゼロ戦はすでに苦しい戦いを強いられていた。アメリカ軍は鹵獲したゼロ戦から弱点を暴き、新型機と新戦術で対抗してきた。対南航空隊のエースたちが次々と命を落とし、補充される搭乗員の連度は目に見えてさなっていった。ソロモンの空はゼロ戦にとって栄光と消耗の狭間だった。この当時の写真を AI でカラー化してみよう。南太平洋の要衝ダバウル、ヤシの木が並ぶ滑走路を一機のゼロ戦が土煙を巻き上げながら駆け抜けていく。機体の色に注目してほしい。真珠湾の時の美しい灰白い城はもうない。銃名は暗い緑に塗り替えられている。これは現地の整備兵たちがハケやスプレーで塗った応急的な迷彩だ。なぜ色が変わったのか。答えは単純だ。制空権を失い始めたからだ。真珠湾の頃、ゼロ戦は空の王者だった。地上で隠れる必要などなかった。だが1942年後半、連合軍の反攻が本格化すると、飛行場への空襲が日常になった。ジャングルの緑に溶け込まなければ地上で破壊されてしまう。巻き上がる土煙にも意味がある。ダバウル近郊には活火山があり、滑走路は細かい火山灰に覆われていた。この瞬陣がエンジンを傷め、整備兵たちをさらに苦しめた。胴体の下には造草が見える。ダバウルからガダルカナルまで片道約1000キロ。往復の長距離飛行は搭乗員の体力を極限まで奪った。この写真が撮影された頃、対南航空隊のエースたちはまさにこの空で戦っていた。酒井三郎がガダルカナル上空で重傷を負ったのも、大田敏夫が帰らぬ人となったのも、この南方の空でのことだ。ゼロ戦の色が変わった時、戦争の流れも変わっていた。場所は一気に変わる。南太平洋の熱帯から北の果てアラスカへ。この当時の写真を AI でカラー化してみよう。橋家の上に横たわる一機のゼロ戦。周囲を大勢のアメリカ兵が取り囲んでいる。尾翼には DI-108 の文字。空母竜城の所属機だ。1942年6月4日、ミッドウェー海戦の陽動作戦として、竜城のゼロ戦隊がアラスカのダッチハーバーを攻撃した。その中の一機を操っていたのが、古賀忠義、一匹曹、19歳だった。攻撃中に燃料管を損傷した古賀機は、緊急着陸地点に指定されていたアクタン島に向かった。だが、着陸を試みた兵地は沼地だった。車輪が泥に取られ、機体は前のめりに転覆。古賀一匹曹は首の骨を折り、即死した。1ヶ月の東海飛行中のアメリカ軍がこの機体を偶然発見する。ほぼ無傷のゼロ戦だった。写真を見てほしい。プロペラは曲がり、垂直尾翼の上部は折れている。だが、エンジンも主翼もほぼ原型をとどめている。背後のクレーンが物語るように、アメリカ軍は組織的にこの機体を回収した。周囲のアメリカ兵たちの服装にも注目してほしい。ダンガリーシャツの水兵、将校用キャップの士官、敵の最新鋭機を初めて間近で見る興奮が彼らの表情から伝わってくる。もう一枚の写真を見てほしい。この当時の写真を AI でカラー化してみよう。アメリカ軍の星のマークが描かれたゼロ戦。日の丸は消され、敵国の国籍標識に塗り替えられている。アメリカ軍は DI-108 を修復し、実際にテストパイロットが乗り込んで飛ばした。ゼロ戦の性能を徹底的に分析するためだ。結果は衝撃的だった。高速での横転性能の低下、急降下時のエンジンの不調、そして防弾装備の完全な欠如。ゼロ戦が隠していた全ての弱点が暴かれた。アメリカ軍はこの分析をもとに一撃離脱戦法やサッチウィーブと呼ばれる新たな空戦戦術を確立していく。無敵と恐れられたゼロ戦の神話は北の孤島の沼地から崩れ始めた。ここまでの写真とは視点が一変する。上空からの航空写真だ。この当時の写真を AI でカラー化してみよう。1944年6月、サイパン島。アメリカ海軍の艦載機が撮影したこの写真には、爆撃を受けるタナパヌ水蒸気基地が写っている。黒煙が何本も立ち上り、基地の至るところで炎が上がっている。滑走路に並んでいたのは、日本海軍が誇った錦飛行艇。世界最高水準の大型飛行艇だったが、逃げる間もなく地上で破壊された。海面に上がる白い水柱は、爆弾が次々と投下されている証拠だ。格納庫は骨組みだけの残骸になり、周囲の建物も瓦礫と化している。サイパンは日本の絶対国防圏の要だった。ここを失えば、アメリカの B-29 爆撃機が日本本土を直接攻撃できるようになる。
しかし現実は残酷だった。ゼロ戦をはじめとする日本の航空戦力はもはやこの圧倒的な物量の前になすすべがなかった。真珠湾で空の王者として君臨したゼロ戦。そのゼロ戦が守るべき空はわずか3年で敵に奪われていた。この当時の写真を AI でカラー化してみよう。1945年冬、横須賀海軍航空隊の搭乗員8人が暗緑色の015人型の前に並んでいる。先ほどの台南航空隊の写真と見比べてほしい。あの写真には南国の日差しと若者たちの自信に満ちた笑顔があった。だがこの写真の空気はまるで違う。厚手の革の飛行服に毛皮の襟、白いスカーフとゴーグル、救命胴衣を着込んだ彼らの表情には視線をくぐり抜けた者だけが持つ鋭さがある。横須賀航空隊は日本海軍で最も歴史ある部隊だ。本来は新型機のテストや戦術研究を行う教官やテストパイロットの集まりだった。しかし戦争末期にはそんな熟練者までもが第一線に駆り出されていた。背景のゼロ戦にも注目してほしい。真珠湾の頃の美しい灰白城はもうどこにもない。全身が暗緑色に塗られたゴニ型、水力式単排気管と呼ばれる小さなパイプがカウリングの後ろから突き出している。排気ガスを後方に噴射してわずかでも速度を稼ぐ橋梁の跡だ。この写真が撮影された頃、彼らは毎日のように B29 の迎撃に飛び立っていた。性能で米軍機に追い抜かれたゼロ戦で圧倒的な物量に立ち向かう日々。それでも技術と経験で食い下がった搭乗員たちの最後の意地がこの一枚に写っている。最後の写真。この当時の写真を AI でカラー化してみよう。1944年10月25日、フィリピンレイテ沖、護衛空母ホワイトプレインズの飛行甲板から撮影されたこの写真は世界初の組織的特攻を記録した一枚だ。左上に小さく映る一機のゼロ戦が空母に向かって突っ込んでいく。指揮島隊関幸夫大尉が率いる5機のゼロ戦による体当たり攻撃だ。かつて太平洋の空を支配したゼロ戦が爆弾を抱えて敵艦に突入する兵器に変わった。それは戦闘機としての死だった。もう一枚の写真を見てほしい。1945年5月14日、沖縄沖、菊水6号作戦で空母エンタープライズに向かって急降下する一機のゼロ戦62型、第6筑波隊の富安俊介中尉の機体だ。暗緑色の機体が灰色の空を切り裂いて落ちていく。プロペラの回転がブレて映っている。この瞬間を撮影したカメラマンはファインダー越しに死を見ていた。富安中尉のゼロ戦はエンタープライズの飛行甲板を貫通して格納庫で爆発した。この一撃でエンタープライズは大破し、以後終戦まで戦列に復帰することはなかった。堀越ジェローが設計した美しい戦闘機はこうして最後の任務を果たした。空を飛ぶために生まれた翼が二度と帰らない飛行に使われた。白黒の記録に色を与えた時、80年前の彼らの現実が少しだけ近くに感じられたのではないだろうか。ゼロ戦の物語はここで終わる。だがその記憶は色あせることはない。1945年5月14日、沖縄沖で撮られた一枚。この写真をカラー化してみよう。菊水6号作戦で空母エンタープライズに向かって急降下する一機のゼロ戦62型、第6筑波隊の富安俊介中尉の機体だ。暗緑色の機体が灰色の空を切り裂いて落ちていく。プロペラの回転がブレて映っている。この瞬間を撮影したカメラマンはファインダー越しに死を見ていた。富安中尉のゼロ戦はエンタープライズの飛行甲板を貫通して格納庫で爆発した。この一撃でエンタープライズは大破し、以後終戦まで戦列に復帰することはなかった。堀越ジェローが設計した美しい戦闘機はこうして最後の任務を果たした。空を飛ぶために生まれた翼が二度と帰らない飛行に使われた。80年が経った。白黒の中に閉じ込められていたゼロ戦と搭乗員たちの姿が今カラーで蘇った。真珠湾の朝、美しく磨き上げられた灰白色の機体、南方の空で緑に塗り替えられた迷彩、そして最後は爆弾を抱えて敵艦に突っ込んでいった暗緑色の機体。ゼロ戦の色が変わるたびに戦争の現実も変わっていった。あの操縦桿を握っていたのは
私たちと何も変わらない若者たちだった。家族がいた。故郷があった。帰りたかった。それでも彼らは飛んだ。方法が正しかったかどうかは、音の世代がいくらでも議論できる。しかし、あの空の上で最後まで戦い続けた若者たちの思いだけは疑いようがない。彼らが命を懸けて守ったこの国をもっと良い国にしていくこと。それが私たちにできる一つの恩返しだと思います。